DEMO 2300万ダウンロードを誇る世界的な音楽ゲーム、その映画化プロジェクトが進行中。世界的アーティスト梶浦由記を主題歌のプロデューサーとして迎え、大型オーディションが行われている。新たな才能を発掘するために、人としてのやっぱり人間力みたいなものを。はい、どうも皆さんこんにちは。 DEMO THE MOVIE 歌姫オーディション番組アシスタント MC の細田健太です。いつもはですね、歌姫候補の皆さんの自撮り動画を私たちとこんな風にも遊べて、いや楽しいな自撮り動画。そうでした。僕の自撮り動画をこう長々と垂れ流す番組じゃなかったですもんねということで早速番組始めてまいりましょう。今週は一体どうなってしまうのか。 DEMO THE MOVIE 歌姫オーディション。細田くんってはい、YouTuber だったの？違いますよ。すごいこうネットで見るなっていう感じの本当ですか？映像だったんですけど、初めてだったんですけど。細田くんは、はい、アシスタント MC は MC として、はい、何でしたっけ、ご職業？声優をさせていただいてます。声優を。はい。時々ね、こう方向性を見失う方いらっしゃいますよねそんなこと言わないでくださいよ。そうですか。この番組はもう自撮り動画をたっぷり見ていただこう、特に日本一今女子の自撮りが見られる番組になってますが、あくまで歌姫オーディションの番組です。そうです。どうも、大変申し遅れました。番組 MC の女子のプライベートを見つめ続けて30年、どうも日本放送アナウンサーの吉田久典です。そして改めて、はい、アシスタント MC の細田健太です。で、先週の放送でやることがまだ決まってないって言ってたじゃないですか。今週どうするんですか？先週歌姫候補の深掘りをするために自撮り動画が欲しいという旨を一次予選通過者、二次予選へ進むための対面オーディションに進んだ方皆様にオファーしたとお伝えしたと思うんですが、ってことは、まだまだ我々が見てない自撮りがいっぱいあるわけですよね。そうなんです。ってことは冷静に考えてですよ、やっぱり、細田君の自撮りを見ている場合じゃないんじゃないかって気がするんですよ。そうなんですけど、やっぱ見てばっかりっていうのはやっぱ心苦しいなと思ったんで、ここはフェアに僕も自撮りを撮ろうということで撮らせていただきました。ニーズとフェアでフェアを優先しました。行きましょう。を読ませていただいたり、課題曲であるインサイドアドリームの楽曲を聴かせていただいた時に、もう一瞬で DEMO の世界に入り込んでしまって、この楽曲を歌いたい、声で表現したいっていう思いが強くなり、参加させていただくことに決めました。曲に込められた思いなどしっかり受け止め、精一杯表現していきたいと思います。子供の頃から私はアニソンシンガーになるのがすごい夢だったんですけど、自分自身が母親になってその夢を諦めてしまっていたんですが、自分のやりたいことをいろんな形で発信できるようになったので、いろいろ挑戦していきたいなと思い参加させていただきました。たまに爆弾投下をするらしいですけど、それはちょっと自覚がないので気をつけたいと思います。精一杯頑張って皆さんを包み込めるようなインサイダードリームを歌えたらいいなと思います。多分情熱的な頑張り屋だと思います。小学校からずっとバドミントンをやっていました。大学まではずっと学校代表でしたけど、卒業からあまりする機会がないけれど、梶浦先生の作品を参加できることがやっぱり一番のモチベーションです。これもせっかくのプロになるチャンスとも思っております。
吉田細田の勝手にコメントタイム。そんなコーナーだったんですか？コーナーにしてみたんですけどね、一応ね。でも今回もまた気になる方が多いなっていう感じがしますよね。人によって全然違う。そうですね。まずはいきなりはるかさんなんですけど、はい。歌ってる時はめちゃくちゃパワフルな感じがするじゃないですか。はい、喋り方が、今週見た人の中で一番ゆっくりだなっていう、今週の中で一番ゆっくり。こんなゆっくり喋るとなかなか出会わないなっていうのと、そうですね、誠実な人柄が出てますね。そうね。で、その感じと、あとお家でっかいんじゃないかなっていうのをなんか針のすごい背景ですね。ところからちょっと感じるんですけどね。はい。お嬢様なのかな。お嬢様ゆっくり喋りますよね。そうですね。おしとやかなお嬢様学校を出た方なんですかね。可能性もあるのかなと思いますが、はい。そして続いてが、はい、このスーちゃんさん。はい、スーちゃんさん。なんか爆弾をよく投下するというが、自覚がないのが一番やばいんですよ。そうなんですよ。はい。今のも普通に言ってましたけど、結構あれって思うことおっしゃってましたよね。そうですね。どこ細田君気になったの？僕はママさんだよね。はい。母親ってそこもうちょっと掘り下げてほしかったんですけど、全く本人に掘り下げる気がないですよね。そうですね。一言で終わりましたね。お母さん、もちろんね、どんな方でもオーディションご参加いただけるわけですけど、あんまり聞かないよね、お母さんオーディションってね。初めてじゃないですか、今まで紹介した中で。爆弾だと思うんですけど、本人はそこに自覚がないとおっしゃってまして、そしてもう大体ここまで見てくると、この撮り方は海外の方だなって分かってくるようになりましたね。背景の感じ、マイクの感じを見て、気合い入れて撮ってる場合はおそらく海外の方というところで分かるようになったんですけど、どこの国の方とかは全く分かるようには我々はならないですね。全然分からないですね。しかもバドミントン大学からやってて学校の代表って結構本格的なんだろうなとは想像するんですけど、ただ国籍は分かんないですよね。本当に分からないですね。やっぱり背景からも推理できないですね、これは。クローゼットだからね。はい。そして次なんですけど、はい、続いては二次元から歌姫候補を召喚できればと思います。二次元ってどういうこと？オーディションの段階からプロの方々に直接審査していただける大きなチャンスだなと思って今回参加しようと思いました。例えば今街声で喋ってるんですけども、ちょっと声を変えて自称川語で喋ったりとか、あとお歌を歌ったりするのが自分の特技の一つかなって思ってます。必ず優勝したい歌姫になります。はい。昔声優を目指していたこともあるので、こんな低い声やこんな幼い声とかいろんな声を出せることですね。梶浦由記さんのライブっていつも鳥肌が立つんですけど、そんな素晴らしい曲で歌うことができるってすごくないですか？しかも自分のために曲を作ってくれるんですよ。ぜひこの作品に携わって少しでも表現する一員になれたらと思って応募しました。行動力の大爆発とか単純とか歌ってる時と普通に普段喋ってる時のギャップで風邪ひくとか言います。ドラえもんの声真似です。僕ドラえもん。梶浦さんの歌で夢を叶えて世界で通用する、人に衝動を与えられる、そんなシンガーになります。なるほど。二次元っていうのは、いわゆる
声の芸のある方々ってことだったんですね。そうですね。声に特徴のある方々、特技を持ってる方々ってことですね。もしかしたら3人ともこう声優さんとかあったのかもしれませんけど、はい。細田くんも声優さん、はい、そうですよ。そうですか。じゃあ超絶イケメン羊が壁ドンしながらお嬢様に一言どうぞ。何が飲みたいんですか？決めたくない、決められないタイプ決められないんですよ。お嬢様一体何が飲みたいんですかっていう。いやもう滑ったことは自覚してますよ。そうですね。これ見てるとね、こうさっきのこのさやかさん、はい、さやかさんとかはもう本当に切り替わったって感じだったじゃないですか。そうですね。この瞬間に。で細田くんは今細田くんのままだったよね。かなりよく言われますね、僕は。いいとこ人格が出てるのかもしれないですけど、さてじゃあ続いてはい、こちらのサッティンさんという方は、はい、サッティンさんもう本当にね、こう声の種類をいっぱい聞かせてくれた、そうですね、バリエーションの多い方ですね。でしたね。細田くんもそういうトレーニングとかしたりするの？僕はあんまり少ない方ではありますね。また何かやりますか？じゃあ今度はものすごい可愛い学園のアイドルの高校1年生男子でどうぞ。ヨッピー先輩、一緒に帰ってもらえますか？やっぱりさ、こう、はい、サッティンさんぐらいこう肩紐を出す勢いじゃないとダメなんじゃないかな。やっぱりそうですね、リアルダメ出しですね。精進しますさあそして、最後のこのモッカさん、はい、モッカさんなんですけど、この歌唱映像は普通というか、はい、皆さんと同じくここですね、はい、なぜシャッター前で、すげえ風のあるところで撮っているのか、はい、気になりますよね。なんかもう80年代の J-POP のアーティストぐらい風吹いてるよね。本当ですね。もう前髪をずっと気にしてらっしゃって、気にしてる、でしかもこうしゃがんでからじゃないとドラえもんの声にね、意味がもったいないのかなって思ったんだと思うんですけど、しゃがんでくれた後に出てきたのが多分旧バージョンのドラえもんですよね。はい、旧ドラえもんでしたね。いやなんかちょっと他の人たちとは全然違った世界観を持ってる感じがしますね。これでまだ前半なんだよね、今日もね。そうです。はい、この後は、はい、CM の後も歌姫候補の自撮り動画を続々と公開します。世界的音楽ゲーム DEMO の映画化プロジェクトが進行中。アニメ音楽の第一人者梶浦由記を主題歌のプロデューサーに迎え DEMO The Movieは始動。その主題歌を歌い切る新たな才能に出会うためオーディションが始まった。いやもうここ見てるだけで、こんな子いたなみたいのでオーディションに対する思い入れが変わってくるんですよね。さてそれでは後半もまだまだ VTR 出てきます。このオーディションをしたきっかけは、兄から DEMO のアニマという曲をピアノで弾いてほしいと言われたことでした。どんな曲なのかを調べている時にこのオーディションを見つけました。梶浦由記さんと竹達彩奈さんのお名前を見て、絶対にこのオーディションを受けたいと強い気持ちで参加させていただきました。ピアノです。コンクールでは全国大会に出場したこともあります。アニソンアーティストになるという夢があって、夢を叶えるために一生懸命全力で頑張ります。梶浦さんの下で歌姫ズの高音パートを担当したいとずっと思っていました。そして今回大好きでやり込んでいた DEMO の映画主題歌オーディションということで、このチャンスを絶対につかみたいという思いで挑戦しています。私はよく天使のようだねと言われます。ありがたいことにそう言っていただくことが多いのですが、それ以上に私自身もそうでありたいと思っています。梶浦さんの下で歌うことを夢に見続けてきました。ここまで来ました。絶対にこの夢を勝ち取りたいです。皆さんに素敵な歌が届けられるように頑張ります。喋り方と雰囲気なんですかね、なんかすごく真面目に見られることが多いんですけど、めちゃくちゃねおしゃべりでおふざけ大好きなので、そこはよくなんかイメージと違うって言われることがよくあります。
絶対音感があるので 440Hz と 442Hz の違いを聞き分けることができます。大学でもそういう授業がありまして、訓練を受けましたこれからもねいろいろ審査あると思うんですけど、楽しんで頑張れたらいいと思います。吉田&細田の勝手にコメントタイム。忘れてた、忘れちゃってたんです。そういえばつけましたね、このタイトルそうですよね。やってましたよね。はい。それとよっぴーさん、ちょっといいですか。なんですか。さっき自分結構いろんな声でいろんな役でとかやったじゃないですか。まあ声優さんですからね。ちょっと見本見してもらってもいいですかね、よっぴーさん。僕アナウンサーですけど。いやお願いしますよ。はい、なんでしょう。はい。では幕末志士で一言お願いします日本の夜明けぜよ。さすがっす。いやちょっと待てやらせる意味がもったいない。せっかく女子中学生らしき人が出てきてるのに、JC1 はどう考えても女子中学生。そういうことですね。ですよね。はい。中1でピアノのコンクールとか出てましたって言って、この手のポーズですよ。そうですね。お嬢様ですね。完璧にオーディションとはこういうことですっていう感じの方が出てきてくれたじゃないですか。獅子やってる場合じゃないんですよ。場合じゃなかったですね。どんどん触れていきましょう。はい。続いて気になるのはなんかこう常に目線が気になるこの。そうですね。ちょっとこう目が開いた感じの。そうなんですよ。グイグイ来るなっていう感じが愛理さんしてますよね。はい。でこうご自分でご自分のことをこう天使だねって周りに言われるっていうのをブレなく言える人はきっと獅子やってもらったらきっとできるんですよ。そうですね。そういう人は日本の夜明けがこういう人にかかってるかもしれないですね。でそしてベランダという斬新な撮影場所。斬新なスタイル。また風が強いタイプの人ですね。はい、風が強いタイプです。そしてもう一つなんですけど、はい、これからオーディションに参加する方にあえてお伝えしたいんですが、ベランダで背景からの個人情報バレには十分気をつけてください。はい、配慮してました、番組が、きっとそうなりますから。はい。さあそして、続いてまた目線が気になるタイプではある。そうですね。たまちゃんさん。たまちゃんさんなんですけど。なんかこう見た感じ、もう失礼ながらはっきり言いますね、同人誌即売会にすごい数いるタイプの方なんですよ。かなり、そうだなっていうふうに思ったんですけど、なんかこうめっちゃおしゃべりで絶対音感がある、ね。440Hz と 442Hz っていうの何がすごいのかもわからないけどすごいことだけ分かりました。そこだけ聞き分けられるって言って、しかも大学でもって言ってるからきっと音大系の方とかなんですよね。もうなんか本格的な人が素人っぽく出てくるとこがこのオーディション本当いい。もともと梶浦さんの楽曲が大好きで、梶浦さんの楽曲を美しく歌うためには私の音域ではまず声楽を習うことが必要だと考え、昨年の1月から声楽を習い始めておりました。1年経った年末年始のタイミングで今回のオーディションを知り、一生に一度しかないチャンス、絶対に応募したいと思い今回応募させていただきました。1年かけて作り上げた私という楽器の魅力が 100%200% 伝わるように全力で心を込めて歌いますので、どうぞよろしくお願いいたします。梶浦さんがすごく大好きなので、この SNS を見ていたらこのオーディションのことが書かれてあったので、それで応募させていただきました。天然だねとか宇宙人だねとかすごく言われていたので、そう思われてるんじゃないかなってすごく思います。僕自身オーディションっていうのが初めてですごく心臓がドキドキしております。よろしくお願いします。頑張ります。この課題曲を聴いた時にもうビビビッと電気が走りまして、オペラティックポップシンガーになるという私の夢を叶えるための運命のキューピッドだと思って応募しました。明るい、そして元気、あとは悩みなさそうって言われます。ちゃんと悩みはあるんです。もう朝起きれないことが私の最大の悩みです。この曲は私にしか歌えないこのオペラティックポップの曲だと思っていますので、最後まで頑張ります。
なかなかに味の濃いゾーンがやってきましたね。そうですね、個性的でしたね。ね、まず一番初めのお魚さん、こう歌ってる時の目がやばいなと思ってたんですよ。そうですね、決まってんなと思動きってたんですけど。もいいですね。それはね、入ってますね。入ってるよね。だってわざわざこの歌を歌うためにね、声楽を去年から習ってましたみたいな話になってましたけど、ね、それだけの本気が伝わってくるじゃないですか。そうですね、危機迫る喋り方ですね。あ、なるほどね。僕はね、同時通訳の人みたいだなと思ったんですよ。あ、確かに。あれ多分本気に真剣に聞いて、もう伝えることが全てってなると、喋り方のトーンとかに特徴が出てくるんでしょうね。なんか本気はめちゃめちゃ感じる。そうですね。でもお魚かっこ魚介類なんですよね。ちょっと可愛い名前ですね。そこも気になるんですが、さて、そしてもうこの状態でもうなんかスマホゲームのキャラっぽいんですよ、もともとが。そうですね、キャラデザが、っていう方だなというふうに思ったんですけど、この方がプライベートで喋り始めると、だいぶ違う感じですよね。そう、イメージ変わりましたね。ですよね。でなんか天然とか宇宙人とか言われると、おっしゃっていた中に自然に僕、そうですね、僕子だって思いましたね。言ってましたよね。でしかもこの撮影なんですが、場所がね、なんとなくプライベートになるのがいいところだと思うんですけど、できればクローゼットからはみ出たシャツはしまった方がよかった。すごい気になりますよね、あれ。気になる。なんか片付けに行ってあげたいですよね。挟まってるよって言いたいですね。言いに行ってあげたいですよね。でそしてここはなんかなんか FM っぽいお姉さんが出てきたかなっていう感じがしませんか、細田君。そうですね、なっちゃんさん。明るいパーソナリティが出てきたって感じですね。そう、こういう感じの場所はね、またラジオ局のロビーとかによくあるの。そうなんですね。同業者だなっていう感じがすごいしたんですけど、ただ同業者じゃないなって思ったのは、オペラティックポップシンガーって言ってました。初めて聞いた言葉でしたね。でしかも2回出てきてるんですよ。お気に入りなんでしょうね、この言葉ね。であとなんかこれをなんですか、歌うためのキューピッドって言ってたんですけど、キューピッドって恋愛の神様よね。そうですね。だよね。なることがもうなんか恋なんじゃない。つながってる。はい、ヨッピーさん、番組が勝手にピックアップしてきた歌姫候補も今週で42名にまで達しましたが、番組のピックアップする歌姫の方向性を見てきていかがでしょうか。1クラス分ぐらい見たんですね。そうですね。番組のやっぱ個性的な人を求めてるんだからいいんじゃないですかね、このチョイスね。本当に個性的な方々ですね。多かったですよね。でじゃあ来週どうなりますか。そこなんですが、実は来週の内容に関してスタッフがギリギリまで粘りたいと、そういう意向が出てまして。状況が状況ですからね。そうですね。だけど自撮り動画を見ようってことになったらいくらでもつけれますよ。いくらでも見れますけど、でも忘れがちですけど、あくまでオーディション番組ですから。そうですね。じゃあ来週も何らかのものが見られるわけですね。じゃあ楽しみに待っててください。来週の D モザムービー歌姫オーディションは一体どうなってしまうのか。オーディションが進んだら進んだなりの内容になるとスタッフが申しております。